はい、始まりました。スペシャルな回では別にないんですけどスペシャルなバルダーズゲート会。バルダーズゲート会、今日はちょっとかなり人気の逃走者をちょっと思いついてしまったので、はい、そんな新しい逃走者じゃないんですけど、ちょっといいなと思ったんで、思いついちゃったんで、紹介させていただきたいんですけど、まず逃走者から発表させていただきます。授けるものグランチ。これだから、バルダーズゲートではひょっとしたら一番人気の可能性が。確かに海外では人気なんですよ。なんていうんですかね、パーティー感があると言いますかむしろパーティー感しかないかもしれないみたいな。とにかく楽しいデッキになりますよね、こいつを聞くと。まず能力説明させていただくんですが、3マナセレズニアです。05で飛行です。あなたの終了ステップの開始時、まず1人目を選びます。プレイヤー1人目はクリーチャーの上に11カウンター2個置きます。2人目はカードを引きます。3人目は宝物トークンを生成します。4人目は4人目は何もできないっていうだから1人だけ損して、損はしてないっていうか、何も起きなくて、3人得するというカードなんですけど、相手が利するんですよ。大体自分がワンドローして11カウンター誰かに置いて宝物を生成したりとか、自分が手札いっぱいあったら宝物自分でみたいな、相手にドローさせてみたいなことすると思うんですけど、この選択権は自分にありますから、これいわゆる海外だと楽しいデッキね、どうやって勝つのか分かんないじゃんっていう色もね、色もちょっとこれという勝利手段はまずこの逃走者、まず最初出されたら、この人楽しい人なんだなと思いますよねどうやって勝つんだろうなとで、俺が出してると怪しいですけどだいぶ怪しいですよね怪しいですけど、でもこの人どうやって勝つんだろうってなると思うんですよ。なるし、しかも一回動画でこいつ出演したことありまして、めちゃくちゃ怪しい動きしかしてませんでしためちゃくちゃ怪しい動きなんだけど勝てないというね。ヘイトは最低だから。どんなに怪しくてもヘイトはないんですよ、っていうところに目をつけまして、今回デッキを組んできました。なるほど、つまり低ヘイト戦略、カーンの動画で低ヘイトとは何だったのかというクレームありましたがクレームじゃないですよ、クレームじゃないですけど、笑ってる人いましたけど、今回は本当に低ヘイト戦略です。まず、ロープライスです。今回、ロープライスで組んできました。本当に1万円で組めます。1万円のデッキで全然いけると思います。でまず低ヘイト戦略なので、低ヘイトのカードをあえていっぱい入れます。例えばジョン・ベントン。こいつは低ヘイトなのかどうかはちょっともはやよくわからないけどこいつジョン・ベントン逃走者ですとかなり怪しいんですが、ジョン・ベントン逃走者じゃなかった場合、これ話が変わってきます話が大きく変わってきますよね。いわゆるジョン・ベントンのような低ヘイトのカード、ダメージを与えるとこいつはお互い2ドローという形なんですが、こいつ強化しなければお互い2ドローのカードなんですよ。で要は通してくれるんですよ、絶対通してくれますいやでもほら凶悪なジョン・ベントンのイメージが脳裏に焼き付いちゃってるとえらい目に遭うんじゃないかと思いますが、大丈夫です、2ですよって通してくれます。で他にも例えばミドシロってすごいお互い仲良くしましょうよみたいなカードが多いんですよ。そういう色なんでね。例えば帰還した探検者セルバラみたいなありますよね。これは凶悪なイメージがねすりつけられちゃってる人はねほんまに永遠とこいつをタップしてアンタップしてするんじゃないかみたいなねことになりますが、単純にタップして、各プレイヤーのライブラリーの一番上のカードを公開して、土地でないカード1枚につき1マナ増える、で1点のライフを得る、で各プレイヤーがドローできる、各プレイヤードローしてるだけですよ、っていうカードです。かなり低ヘイト戦術でみんなが利するカードをとにかく入れるんですよ。例えば取引というカードなんですが、取引これ3マナの白のソーサリーでして、対戦相手1枚引いて、その対戦相手分自分はドローする、つまり自分は3ドローできる、ですよね。1ドロー1ドロー1ドロー3ドローというカード、
これは相手もまあいいかもってなるんですよなりますよねなりますよねまあね、はい、すっげえ怪しい動きしてることは間違いない、ね、間違いないですよ、間違いないんですが、うん、とにかく相手が利してもいいカードっていうのが、うん、御堂代にはいっぱいあるんですよ、うん、ちょっと説明を割愛させていただきますが、例えば宴の進行役、宴の進行役って相手盛りするようなので自分盛りするようなカードじゃないですか、うん、っていうカード、うん、だったり、あとフランフみたいな、うん、相手もね利してみたいな、うん、あと炎まといの猛士みたいな、うん、2体攻撃いくとドローできるっていう、うん、これみんななんですよ、そうね、みんななんですよ、うん、あとテオ、うん、ブレインズウォーカーの、うん、こう右左に殴りに行けるかどうか指定するだけで、うん、でお互いドローのカード、お互いドローですよこれ、うん、まあ、ロランはちょっとお値段がちょっと高かったんで入れなかったんですが、うん、ロランを入れてもいいです、うん、であと緑でなんかこう発見してきたんですが、うん、映画の儀式っていう、うん、サンマーのエンチャントこれ発見してきたんですが、各プレイヤーがドローステップの開始時に追加でドローを1ドル引く、はい、で各ターンに追加で土地1個プレイしていい、うん、全員です、うん、で相手が利するんですよ、うん、自分も利して相手も利するカードっていうのをめちゃくちゃ入れます、はいはいはい、っていうのを今言いたかったんです。なるほど、いいですか、はい、そこまでいいですかまず、はいはい、でそれの結果怪しく見えるかもしれませんが、うん、相手は利してるじゃないですか、うん、で自分もとにかく利するように相手も利して自分も利してるんで、うん、ヘイトは下がるイメージなんですよ僕の中では、うん、下がりますよね。実際には怪しいなって言いながら下がりますよね。そうね、はい、みんな怪しいなっていう口先介入をしながらガードが下がります。で自分はだっていっぱい引いたりとか、うん、ラウンドセットしたりとか、うん、してるわけですから、そうね、相手はあいつ怪しいなって言いながら相手はやってくんで、うん、残りの3人はやり合ってくれるはずなんですよ、うん、言うて盤面に脅威を展開してないんで、はい、そのタイミングってそうですよね、うん、はい、まだ何もしてないですよ。そうそう、まだ何もしてないです。何するか、はい、その後知ってたら話は変わるかもしれないけれども、はい、分からなかったら、はい、どうするんだろうなになっちゃうんで、どうしても。でこちらは何をするかと言いますと、うん、まずですよ、うん、まず白で優秀な、うん、ハンコンクリーチャーなんですが、うん、結構僕ハンコン1回調べた回がありまして、うんうん、ハンコンのクリーチャーいるんですね、うん、有名なので言いますとアクザンとか、うん、ライラみたいな、うん、例えばあと4マーで言うとギセラみたいな、うん、飛行のねハンコンのやつがいるんですけど、うん、最近追加されたカードで言いますと、うん、砂人の像っていう追加されてまして、うん、こいつは2マナ23飛行なんですけど、うん、計画してなくてもいいんですけど、うん、計画しといて後から出して、うん、5つ以上の土地をコントロールしてると、うん、11カウンター2個とハンコンカウンター1個が置かれた状態で出るんですよ、うん、ってことは11カウンター2個なんで23なんで4号飛行ハンコンなんですよ、みたいなもんなんですよ、うん、で一応そのハンコンクリーチャーじゃないですか、うん、あとは加護をもたらす戦乙女っていうのが追加されてまして、うん、こいつは5マナ44女1で飛行先制ハンコンなんですね、うん、で3女で11カウンター乗るんで55飛行先制ハンコンなんですよ、自分に乗っければ、うん、みたいなもんなんですね、うん、なんで一応ハンコンクリーチャーっていうのが他にも探すと3マナでとかいるんですね、うん、4マナとかでも、そういうのを大量に詰めます。はい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 。13、4枚詰めるんですよ。なるほど。でこっちはハンコンの飛行が並んでるだけです。うん、並んでるだけです。はいはいはい。で、まずその辺から相当怪しいですよ。はい。いいですか。いいですか。はい。で、お互いの利するカード、こっちはハンコンは1枚か2枚来てる場合。枚数なんですね。はいはいはい。1体か2体なんですよ。うん、1体か2体ですよ。うん、ってことは55が1体殴ってるとか、うん、パー2体だとしても6点ゲインぐらいのクロックなんですね。うん、ハンコンで殴ってるだけです。うん、でブロックしてもいいです。うん、こっちには多分殴ってこないと思うんですよ正直。うん、なんで以上がその戦略。それで勝てるのかと。どうするんだいそれでと。はい。いう形になるじゃないですか。なりますね。なりますよね。
じゃあフィニッシュカードのご説明をある3枚のカードにたどり着きました。まず嵐の十分。はいまずね。はい。このデッキ、言うてハンコンクリーチャーそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないからなりませんか。でもこっちには多分殴ってこないと思う。だから残ライフが多いはずだってことね。単純にね。単純にしかもトークン出せるんで、宝物トークン、マナも行くんですよ。なるほどね。ここまで行くんですよ。だから一応こいつで1対1になれば倒せるんじゃないかと。お父さんが流すカードなければでも1枚これサブプランなんですが、霊気貯蔵機、当然50以上あれば50以上あれば、サブプランである1枚のカード、これを発見したことによって俺はこのデッキを作ろうと思ったんです。なるほど。生命の律動。なるほどここでつながってきたのか。なるほどね。生命の律動を説明させていただきますと、確かにな。8マナのソーサリーになってまして、各プレイヤーはライフの総量はそのプレイヤーがコントロールするクリーチャーの総数に等しくなります。なるほどね。これは確かにこのデッキにはジャストフィットしている。なので一応3枚勝ち手段があればたどり着けるはずなんで、ドロー的には。なので、この1枚を発見したことによってこのデッキをちょっと作ってみようかなということになったんですよ。なるほどね。いやこれハマりそう。これ結構いいでしょ。これね最終的なフィニッシュ手段を知っていない場合は食らいそうですね。食らいそうですよねこれ。食らいそう。これだって楽しくやってるだけだなと思いますよね。怪しいなってあるじゃんみたいなそんなのあるじゃんってなるんで。そうね。いやこれが失われた技の不思じゃダメなんですよ。ダメなんですよ。そうなんですよ。召喚酔いがあるから。これを発見したことによって、これで例えばこっちがハンコンクリーチャー並んでる状態でこれ打ったらね増えるし、こっちは増えるし相手は減るんで、決まる可能性が高いんですよ。高いですね。でこれどうせ自分はノーム構えてるでしょ。自分はノーム構えてます。ノームいっぱい入れて。どうですかこのデッキ。いけそうだね。いけそうでしょ。いけそう。一応入れたらいい面白カードとして、ミドシロなんで、トロスターニっていう最近紹介したカードがあるんですが、これ1マーとか2マーとかで相手の介入できるんですよ。接しつけたり警戒つけたり二段攻撃つけたり、これをなんで入れたいかっていうと、入れてることによってもちろん守備力も上がりますよね。上がるんですが、相手に介入するっていうことで、これまた相手に目線をそらすことができるんですよ。確かにね。確かに。これ目線をそらすカードということで。確かに。であと血に飢えたエヴァってこう思想できる装備品、これ相手にね目線をそらすことができる。そういうことね。そういうことね。できるんですね。なるほど。でこのウルさんのメガネっていう、これ対象のプレイヤーの手札を見るだけです。こんなの見てどうするんですかって、これ相手にそらすことができる。この人あれ持ってるぞって言うっていうことができるんですね、このカード。そういうことか。いやそれはどうなんだろうな。これどうですかこの超低ヘイト戦略。これねいや食らいそうだよ本当に。よくできてるかもしれない。すごいでしょ。よく考えてきたでしょこれ。なるほどね。一見途中まではなんか楽しい人なのかな。でも知ってる人でも、俺のこと知ってる人でも、ただ怪しいことしてんなって思うだけなんです。そうだね。それはそう。でももし東都市をすごい知ってる人だったら、勝てるとは思ってないんだよ。どんなに怪しい動きしてもミドシロで勝てる手段なんて限られてるだろうと思ってるんで。そうね。それはそう。そういう意味で言うとこのフィニッシュ手段を確実に通さなきゃいけないんだけど。それは大変ですね。打ち消しないことを祈って、そうですね。1対1になれば、1対1になるはずなんで、これ絶対。確かにな。動画をね、対戦動画見ていただければ分かると思うんですが、
クランチ1対1になってましたよねなってたね。なってましたよね。だからね、これヘイト低いんだ。低いんですよ。低いんだこれ。どんなに怪しい動きをしても、うんヘイト低いので、うん、これは決まるかもしれないという、うん、そうね。はい、スーパーアイデアを発見してきました。はい。まあそんな感じになるんですが、うんどうですか。まあちょっと実際やってみていただいて。やってみないと分かんないですけどね。そう。だから海外では結構人気があるんで、うん受けそうかなとは思ってるんですけど、まあ他にもこいつに入りそうなすごいなんか低ヘイトなカードがあったら教えていただきたいんですけども、皆さんいっぱいありますからね、低ヘイトのカード。そうね。はい。なんでコメントしていただけるとありがたいです。あと80まで高評価いただけましたら、全部公開させていただきます。手の内を明かしちゃう。はい。全部公開させていただきますんで、はい。高評価お願いしますということで。はい。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。